い、こんばんは。じゃあ今日もサブチャンネル撮っていきます。本当ここ数日サブチャンネルめっちゃ撮ってて、自分で編集しててもめっちゃ喋るなって思うんですよ。でもこうやって聞いてくださる皆さんのおかげで私も楽しくおしゃべりできています。ありがとうございます。今日の動画は3月に沖縄に帰ったんですけど、そのことを絵日記に書こうと思って、で今年で言うとお正月にも帰ったんですけど、お正月の時は絵日記書けてなくて、ここ直近で言うともう3月に帰ったので、そっちの方を絵日記に書こうかなと思ってシールとか準備しました。何か一緒に作業したりしながら書けたらなと思います。前回の動画で紹介したマスキングテープを早く使いたくて使いながら書き進めていきます。で、記念すべき今日最初の絵日記ですね。これ2冊目の絵日記で、1冊目はまだ全ページ埋まったわけじゃないけど、2023年のことなのでこちらの日記帳に書いていきます。やっぱ新しい1ページ目ってすごいいいですよね。気合が入っちゃう。この日記帳が届いた時に私サブチャンネルで紹介したと思うんですけど、その時には紹介してなかったことを発見して、ここにね2023ダイアリーって印字があるんですけど、このノートを注文する時にここに何を書くかっていう文字を決めることができて、どんな字体にするかっていうのを選べたんですよ。2023ダイアリーっていうのを入れることにしました。届いたばかりの時はこの字のこと忘れてて、でそういえばどこかに印字してもらったはずだけどどこだろうって表紙とか探してたら、裏表紙の下の方にしっかり書かれてました。これでねオリジナル感が出ていいですよね。やっぱね沖縄といえば青い空青い海なので、青い空のマスキングテープを上の方に貼ります。今回の帰省は動画でもお伝えした通り、弟の卒業式メインで行きました。無事卒業ということで、本当は家族は仕事とかあって誰も行けないから私と妹で行くかってなってたんですけど、母もついてきて3人で卒業を見届けることができました。行ってよかった。かわいい。めっちゃ。下の方には前回紹介したマスキングテープを貼ります。うわめっちゃかわいいです。やっぱり上下にマスキングテープを貼っただけでもうかわいいページができました。たまたま行ったパルコっていう商業施設があって、でそこで開催していたこういう沖縄のお菓子とか、あとは雑貨とかが置かれているブースがあって、お菓子屋さんの名刺、中城村の南上原にあるお店で、知った島のおやつで検索すると出てくるみたいです。このおやつが本当に美味しくて、次は店舗も行ってみたいなと思いました。鳥の後ろで飛んでいる黄色い鳥、まるちゃん思い出しますね。動画でもね話したけど、まるちゃんが今うちにはいないんですよ。今でこそこうやってちょっとずつまるちゃんのことを話せるようになったけど、それを聞いた最初の頃はもうめっちゃくちゃショックで、今もすっごいショックは変わらないけど、まるちゃんの間の字も言えないぐらい、言いたくないぐらい本当にすごく辛かったです。妹が私の去年の誕生日にまるちゃんの写真がプリントされているパジャマをプレゼントしてくれたんですけど、もうそれも見れないぐらいでした。夜お風呂に入っている時にもうずっと泣きながらまるちゃんごめんねって思って悲しい気持ちになってました。私の気持ち的にはすぐ沖縄に帰って一緒にまるちゃん探しに行きたかったんだけど、やっぱ仕事もあるしなかなかそう簡単にはいかないよなって思って、鳥の掲示板みたいなのがあって、そこに鳥を保護しましたっていう情報とかが書かれてるんですけど、もう仕事中だったけどその時はずっとそのサイトばっかり見てました。そうしないともう精神が持たないって感じで、30分に1回とかはそのサイトを見てたんですけど、全然情報がなかったです。左下に空白があったのでクッキーのシールを貼っていきます。で家族も仕事終わってすぐまた近所に探しに行ったりとかしたけど全然見つからなかったっていう感じです。その時は本当にめちゃめちゃ
悲しいのはもちろんだし、仕事も休みたいって思っちゃったんですよ。仕事してる場合じゃないって思ったけど、いざ職場に行って仕事してで、会社の人とかにもこの実家で飼ってるまるちゃんがいなくなっちゃってって話をしたりしていて、最初はこういう状態で仕事行きたくないなって思ってたのが、仕事が終わってからは仕事行ってよかったって思えるようになってて、職場でみんなで話したりしている時とかにちょっとでも辛い気持ちが忘れられたっていうか、だからそれは YouTube の動画の撮影とか編集をしてる時もすごい同じ気持ちになって、なんか集中してたらまるちゃんのことはずっと覚えてるけど、悲しい気持ちがちょっとずつ忘れられたっていうことで、あえて外に出てみたりとかしてよかったのかなって今考えたらそう思いました。今無意識にまるちゃんのシール取ってた。オリジナルグッズとかでもいろんなところにまるちゃんがいるから、ちょっと思い出して切ない気持ちにもなるけど、でもやっぱり楽しかった時間の方がすごい多かったけどね。まるちゃんがいなくなって今もう数ヶ月経つんですけど、それで心がまだちょっと最初の頃よりは落ち着いてきて、メインチャンネルでもちょうど沖縄の Vlog をアップするタイミングだったので、この動画でお伝えするしかないと思って最後の方でお伝えしました。そしたらその日妹から妹から LINE で動画見たっていう連絡が来て、寝る前に見なければよかったって言ってね、泣いちゃったみたいです。こんな感じにしようかな。これがダイソーで買ったカードで、これが私がオリジナルグッズを作る時に書いたカードなんですけど、なんか似てると思って鳥が飛んでて、こっちに Thank you って書かれて、組み合わせて使います。さっきの無地の背景よりはおしゃれになったかな。黄色とオレンジの丸があって太陽のシールも合わせて貼ります。ここにまるちゃんへの気持ちを書こうかな。この切手も貼りたいけど、このページで貼ったらちょっとごちゃごちゃしちゃう気がするので、これはまた別の機会に使います。今回弟の卒業式だったということで、この中から弟に似ているシールを選ぼうと思います。誰が似てるかな。弟に似てる人いないか。これとか。私の弟ね、演劇とかやってて、その役柄に合わせて髪を伸ばしたり坊主にしたりしてて、あえて坊主の時のを選ぼう。でかわいい。今回の沖縄帰省で結構ね、猫の映像があったと思うんですけど、前にペーパーメッセージで購入したマスキングテープに猫のイラストがあるマスキングテープがあったので、これを貼ります。賑やかなページになりました。次の沖縄帰省はいつかな。夏に帰りたい気持ちはあるけど、どうしようかな。夏めっちゃ暑いんだよね。沖縄に行くなら私が今回帰った3月とか、あと秋頃が結構涼しくておすすめです。秋頃って言っても沖縄の秋は11月ぐらいかな。過ごしやすいのでおすすめです。私が今回帰った3月もう風がいい感じに心地よくて、すっごい暑いとかじゃなかったので、ちょうどいい気温で帰ることができました。ディカプリオのシールも使いたかったの忘れてた。2枚。こっちの方が沖縄っぽいかな。こんな感じ。もうちょっと浮いちゃってますね、このクッキーのシール。弟の卒業式のお花をオーダーしてたお店が長峰製菓っていうお花屋さんで、もうお花がねめっちゃ可愛いんですよ。しかもそんなに高くない。沖縄お花どうなんだろう、そんな高くなかったっけ。だから私がもし沖縄に住んでたら定期的に通いたくなるようなお花屋さんでした。早速この桜のシールも使ってみます。うわかわいい。で
パルコで開催していた島の装い展っていう名前でした。それで買った器、めっちゃ可愛いんですよ。宇宙人が何とも言えない可愛さ。唇が器や下心っていうお店の名前なのかな。宇宙人のイラストを描きます。母と私可愛いって思うものがすごく似ていて、これも一緒でした。おちょぼ口。今回の帰省のハイライト